皆さんこんにちは、ときまるです。今日はコスメティックときまる田中っていうことで、私が使ってるコスメティック、衛生用品系のね、アイテムをですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。最近のっていうか、ずっと長らくラインナップは変わってないんですけど、こういうね、袋に、入れてます。このバックパック一つで、生活してるんですけど、それで持ち歩いてるアイテムですね。で、たまにこの袋をバックパックの紹介なんかで見かけてる人いると思うんですけど、中に何が入ってんのかっていうね、それをね、ちょっと今日紹介していきたいと思います。最初に全貌を見せてから、じゃあ一個一個のアイテムを紹介していきたいと思います。はい。全貌はこんな感じ。はい、出してみました。今、袋の中にはこんな感じで、5つのアイテムが入っています。で、一番左から、ニベアのチューブですね。で、その隣にあるのが、ハサミです。で、それから、その真ん中にあるのが、これ耳かきですね。耳かき。何かの棒みたいに見えると思うんですけど。で、この隣にあるのが、爪切りです。で、一番端っこにあるのが、ジレットのカミソリです。マニュアルカミソリ。はい。こんな感じのものが入っています。歯ブラシと、そのトゥースペーストっていうのか、歯磨きセットみたいなもの、歯磨きフロスセットみたいなものは、基本的に今暮らしている場所のバスルームに置いている感じですね。で、それを、旅の時は、この袋の中に、今バスルームにある、歯ブラシと、歯磨き粉と、フロスを、ポッと加えて、で、このバッグに戻して、そのまま出かけるっていう。旅行とか旅に出かけるって感じです。で、山に行くときは、逆にですね、これらのものは持っていかないことが多いです。特に一泊二日、長くても2泊なので、爪切りとかその辺のものは持っていかないことがあるので、その時は今度は外して、必要なものだけを持つと。で、さらに、この使っている袋が、これ今綿のですね、朝なのかな？朝袋みたいなもんなんですよ。だから、これには入れていきません。山に行くときは。で、山に行くときは、もう一つの、その山用の袋があるので、ちょっと見せます。山用のですね、もう少しこの軽いね、この、いろいろその山系のグッズが入ってるんですけど、これに、その歯ブラシとか歯磨き粉とか、衛生系のものをまとめて、もうこれごと持っていきます。ちょっとね、そこだけちょっと複雑な感じのやり方をしてるんですけど。で、これはちょっとね、今回は置いておいて、で、一個一個、基本的にだからレギュラーセット、僕のその衛生用品のレギュラーセットって感じですね、今回紹介するのはね。はい。で、まずね、一つ目はね、ニベアです。これもうお馴染みですよね。皆さんお馴染みのニベアクリーム。で、これね、サイズが 50g です。で、50g のチューブタイプですね。はい。で、なぜこれを使っているかというと、これは基本的に私は保湿目的で使います。で、体とか手とか、もう全身これでやっていますね。で、冬場とか結構乾燥するので、特に手とか、洗い物が多い時とかね、乾燥するんで、これでよく使ったりしてるんですけど、スキンケア類はもうこれだけです。だからもう保湿とか、もうクリームとか、全く使ってなくて今、もう基本的にこれだけでやってますね。で、使う理由っていうのは、やっぱどこでも買えるっていうのがまず一つ。で、一つで、万能的なオイルの役割があるっていうことです。で、前はですね、昔は、やっぱ化粧水使って乳液使ってとかやってたんですよ。で、この一つ前、これになる前はシアバターですね。シアバターを使っている時期があったりとか、でもシアバターの問題っていうのは、冬場にものすごく硬くなるってことに気づいて、で、夏場とかは結構いいんですけど、硬くなるんですよね、冬。ものすごく。で、もうほんとカチカチで使えなくなるんで、それからまたこれに乗り換えたって感じになるんですけど、そんな時期もあったりとか、あとシアバターの前は、オリーブスクワランかな。オリーブスクワランみたいなオイルに、あとホホバオイルとか、そういう何かのキャリアオイルに自分のエッセンシャルオイルをミックスして使っていました。で、それはラベンダーだったりとか、ユーカリとかいろんなものがあるんですけど、それを自分のミックスで作って、自分専用のオリジナルオイル、時丸田中オリジナルオイルを作るみたいなことをやってる時期もありました。
ただそれはね、やっぱりその手間がかかるっていうのと、そのオイルをね、仕入れる難しさがあるんですよ。で、結構割とその割高にもなってしまうし、で、そういうこう、作るっていうこうめんどくさいね、作業がね、そんな、一回作ってしまえば結構持つんですけど、半年とか一年とか。でもそれをやっぱりやる作業っていうのが結構面倒なので、だんだん離れていきまして、で、今最終的にこれだけになってるっていう感じです。で、これはどこでも持ち歩けるし、で、どこでも買えると。もうコンビニにも売ってるんで、なんか旅先で忘れたらもうコンビニでこれ買っちゃえばいいんですよね。で、だいたい150円とか、150円はちょっと安い時かな。109、200円とかするのかもしれないですけどね、ドラッグストアでね。そんな感じで買っています。で、チューブタイプにしている理由っていうのは、まず衛生面が一つ。缶のタイプは結構口が広いので、なんかその衛生的にちょっとね、良くないかなと思ってるのと、で、あと、重さですね。やっぱこう、缶のやつはちっちゃいのもあるんですけど、結構ね、重さがあるので、そのアルミの厚さ分。で、この方が多分軽いかなって感じで、50g 今、使っています。ニベアクリーム。もう全く問題ないですね。なんかね、僕そんなに別にその肌がね、綺麗なわけではないんですけど、なんか自分がもう一番ミニマルにして、もう、これ一つでいいやみたいなものを選んだ時にこれが残ったっていう風な感じです。それから、その隣にある二つ目ですね。二つ目はこの、scissors っていうか、ハサミ。ハサミです。で、これね、一応ドイツ製の小さなハサミなんですけど、なんか一応こう安全カットみたいな、先が尖ってないようなね、感じになってるんですよね。で、かなり小さくて、で、これは、私が持ってる唯一のハサミですね。はい。なので、やっぱこうトリミングっていうのかな。髭切ったりとか、ちょっと眉毛の手入れに使ったりとかもするんですけど、なんか、例えば糸切ったりとか、そのギアですね。俳句系のギアでガイラインをこれで切ったりとか、あとはちょっと開けにくいものとか、なんかその梱包されたものをちょっと切ったりするときにも使うし、もう何にでも使ってますね。だから自分の衛生系というか身の回りのグルーミング的なものでも使うんですけど、そういう日常的な用途にもこのハサミを使っていると。で、これだけだからちっちゃくて、で、デザインも結構好きなんですよね。で、なんかドイツ製なので結構切れ味が良くて、で、ちょっと、最近ちょっとね、弱くなってきてるんですけど、でもね、全然ね、持ちますね。で、ちょっと緩んだ時はこのマニュアルな感じで、このね、ネジの部分をチュッと締めてあげれば、キュキュッと締めてあげれば、また元の使い心地に戻るっていうのでね、もうこれかなり長く使ってるアイテムです。もう5、6年経つんじゃないかな。で、メーカーは一応スボルナっていうメーカーなんですけど、今ちょっと現行であるのかわかんないですね。サイズ的にはヘアパルの H15 っていうモデルみたいです。はい。で、このコンパクトなハサミ、これはもう私の必須アイテムみたいな感じになっています。で、減らした経緯を話すと、もちろん過去は、結構大きなハサミっていうのかな、なんか布切りバサミとかキッチンバサミとか、あと文房具系のサイズの普通のレギュラーサイズのハサミみたいなものを持ってたんですけど、なんかね、なんかビクトリノックスのそのマルチツールに一応ナイフっていうのがついてて、で、ただやっぱハサミっていうものはそのハサミっていう用途で、結構、やっぱこう髪の毛とかね、ちょっとこう、整えたりするのには便利なんで、ハサミの方がいいかなっていうのはあるんですけど、レギュラーサイズは別にいらないかなっていう気がしてますね。で、最初だから結構不安あったんですけど、その普通のサイズのハサミがやっぱり必要になるんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけど、なんか使う場面がほとんどなくて、自分の場合は。だからこれは僕の場合だからっていうのはあるかもしれないですけど、全然ね、このサイズだけでね、いけるんですよね。なのでもうこれだけにしています。はい。で、3つ目です。3つ目ね、ちょっとね、癖ありますよ、これ。はい。これね、パッと見わかんないんですけど、これ耳かきです。で、耳かきを、これ、時丸田中オリジナルなんですけど、耳かきをですね、なんかこういう棒状でもうちょっと長くて、ここにふさふさ系のね、なんかケセランパサナンみたいな、ふさふさ系のものがついてるやつあるじゃないですか、市販で。多分こう、普通にこっちで耳やった後になんかふさふさの部分でちょっと、こう耳をこう、クシュクシュってやるみたいな。なんか、それの、多分元々あったんですよ。で、僕がやっぱ長いんで、これ切っちゃったんですよね。このね、小さなサイズの袋に収めるために、その半分を切って、で、コンパクトにして、こういう風に
耳かきの先端部分だけを残して作ったものって感じです。これもね、長いです。相当使ってます。これね、ほんと長い。もう15年とかに、下手したら20年ぐらい使ってるかもしれない。本当なんか実家で使ってたものを僕が持ってきて、ここのね、先端部分を切って使ってるんで、でもね、すごいです。これ美しいっていうか、なんか竹なんですよね、多分素材は。竹なんですけど、この先端部分だけなんか綺麗に熱を入れて、ぐっと曲げてある。で、なんか、最近もう透明感というか、なんか艶やかな、艶やかな感じになってきてますね。使いすぎて。で、全然壊れないし、てかまあシンプルだから壊れる要素がほとんどないんですけど、ただね、これね、使ってますね、結構ね、たまにね、耳かき。そんな感じで、これ一つ入れてます。オリジナル。で、爪切りですね、次は。フィンガーネイルクリッパー。はい、これも普通の爪切り。で、これセブンイレブンかな、セブンイレブンかファミリーマートで売ってるやつなんですよ。貝ですね。貝印。貝印のステンレスネイルクリッパーで、メイドインジャパンです。メイドインジャパン。ちょっと見えないかもしれないけど。で、このちょっとヤスリもついてると。前ね、紹介した時にもっとミニマルな爪切りを、見てくださってるね、の方に紹介してもらったことあるんですけど、未だにね、全くこれも壊れる要素がないので、もうこれずっと使ってますね。で、500円ぐらいかな、価格が。で、セブンイレブンか、コンビニでだから普通に買えるやつ。で、コンビニに多分いくつかグレードがあって、その中で、一番いいやつっていうのは、コンビニで一番いいやつって感じ。500円ぐらいで買えるもん。で、切れ味やっぱむちゃくちゃいいんですよね。ステンレスで、やっぱこの貝印、貝製っていうのが多分ね、切れ味の良さをね、出してるのかなって思います。今どうしてもハサミとかで爪を切れなくはないんですけど、やっぱりその爪切りがあるなしっていうのは、これどうしても伸びてくるものなんで、やっぱね、全然ね、これは必要なんですよね。やっぱね。一時期これをなしでどういう風にして生きられるかみたいなことを考えたこともあったんですけど、やっぱりね、爪切りに関しては、これは他のものじゃ代替できないなっていうね。で、そのビクトリーノックスのマルチツールにも、その爪切りがついてるものもあるんですけど、それを入れると結構ね、大きくなるんですよね。容量っていうか、サイズと重量が。なので、山に行くには、毎回爪切りを持っていかなくていいので、なのでホームに置いておけて、かつ手軽に手に入る。で、どこでも同じクオリティのものが買えるっていう、特に日本では。なので、私はこのね、一番シンプルなコンビニの爪切りっていうものを使ってます。コンビニのコーヒーと同じくらい、ベーシックなものっていうのが、コンビニのコーヒーに対置されるものとしてのコンビニの爪切りみたいな感じ。ぜひですね。コンビニでなかなか爪切りを買おうっていう発想にならないかもしれないんですけど、意外とね、これね、いつだったかな、ふとした時に買ったんですよね。コンビニで。多分緊急的に爪切りが欲しくなったっていうか必要だった時だと思うんですけど、で、それからですね、多分僕がコンビニで始めたのは。買い始めたのは。だから爪切りが切れたら、なくなったりとかなくしたりしたら、なくすことはあんまないんですけど、もうコンビニで買いたいって思うんですよ。洗濯の手間を軽減してるっていうのももしかしたらあるのかもしれないですけど、アマゾンとか他のウェブサイトとかで結構ブランド系のいい爪切りを探したいなっていう気持ちもね、あるんですけど、でもそれよりも、パッと行ってコンビニで買える爪切りを買う。で、しかもコンビニで売ってる爪切りのクオリティがものすごく高いっていうことに思い当たってですね。で、それでこれをずっと使っているっていう風な経緯です。いいでしょ？シンプルでしょ？結構ミニマルで、この白い感じで。これ取り外せるんですけど、でもこれ一応爪切りの飛ばない用のカバーがね、ついてるんで、そのまま使ってます。シンプルでミニマルなデザイン。おすすめ。はい。で、最後ですね。最後は私が使っている、この、ジレットです。ジレットのマニュアルカミソリです。
これもね、何の変哲もないね、多分皆さん見たことがある。で、使ってる方も多いであろう、ジレットのフュージョンシリーズなんですけど、で僕はなんていうかな、この電動でもないし、ここがなんかローラーボールでこう動くようなタイプでもないんですよ。ただここはね、一応こう、動くんですけど、この先の部分は。だから結構反りやすい感じになってるんですけど、ただもうこれですね。だから、シェーバーっていうのかな、電動シェーバーとかも、やっぱりその充電とかバッテリーの問題があるので、嫌で、で、重くなるのも嫌で、で、結局ね、これに戻ってくるんですよね。いろいろ他のブランドもあるじゃないですか。この刃っていうか、この同じような形でも、ジレット以外のもたくさんあるんですけど、やっぱりジレットに戻ってくるんですよ。で、やっぱりこの刃の切れ味っていうのが圧倒的なんですよね。で、切れ味と、あと持ちですね。ものすごく持つんですよ。この先端部分になんかこう、青いね、ブルーの、こう、ちょっと滑らかにするようなものがついてて、で、これはすぐ剥がれてくるんですけど、それが剥がれたとしてもかなり持ちます。で、半年とか1年とか下手したら持つんですよ。だからよく、この手のカミソリっていうのは、この5枚刃のね、替え刃が高いんですよね。5枚とか10枚入りとかなんか3000円とか4000円とかで、パックで売ってるんですけど、それね、ものすごく高いんですよ。いわゆるそのカートリッジビジネスで、そのカートリッジで売り上げを上げるっていう風な構造になってるので、このね、柄の部分はそんな高くない。でも僕はもうこのジレットの刃の持ちが良すぎて、で、この刃がね、ダメになる。1年ぐらい使った時にはこのね、柄の部分も割とね、ダメージが来てたりとか剥がれてたりするんで、もうこれごと変えるってことを最近やってます。で、これごと変えると、これワンセットで1400円とか1500円とかなんですよ。で、もう一つだけその替え刃がね、一つついてきて、なんかそういうセットなんですけど、だからそのカートリッジを買うよりも圧倒的に安いと。でも本体がついてくるんで、本体がダブっちゃうんで、本体のもう一つ、昔のやつは手放してしまうという風な、ちょっともったいないと思う方もいるかもしれないですけど、でもその方が価格的には安く買えるし、それほど刃がですね、このものすごく耐久性があって持つと、切れ味が落ちないと。で、それはもちろんその自分が使っている頻度がそんなに毎日使うわけではないので、その頻度が少ないっていうのももしかしたらあるのかもしれません。でも本当に週に1回とかぐらいしか、なんか反りませんよみたいな人にとっては、本当そういう使い方ができるかなと思っていて、で、それくらいもう耐久性がいいので、もうずっとひたすらジレット、これは使ってます。で、一応ね、2枚、もう両面使えるようになって、こっちも使えるし、こっちのね、シングルの刃でもね、ちょっとしたこう手入れとかできるんで、これは結構ね、重宝しています。もうカミソリはこれだけを使っている状況です。はい。はい、ということで私が使っている衛生用品5つ紹介してきました。はい。入れていきますね。ニベアでしょうね。はい。ハサミ、スボルナ。はい。耳かき。で、ネイルクリッパー。で、ジレットのシェーバー。はい。こんな感じです。で、フルアイテムリストはメンバーシップので公開してますので、もしね、全部の時丸田中のアイテム知りたいって方はね、そちらもご覧ください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは、行ってきます。